何ですかこれ。工場の中に森がある。こんなの作っちゃったんですか。どうです。いい空気。科学的にもしかしたらパワースポットになっている可能性は否定できません。あるパワースポットには特徴的な、微生物のその種類があるかもしれない。トヨタイムズの富川悠太です。皆さんいわゆるパワースポットに行きますと、なんか癒されるなって感じたり、力がみなぎってくるなって感じたりすることありません？少なくとも私はあるんですけれども、そんなですね、自然の持つ力の謎を真剣に研究しているチームがトヨタにあるんです。ちょっと待って、トヨタがそんな研究してるのって思うかもしれませんが、実は意外なところで結びついているんです。百聞は一見にしかず、私実験台となりまして、その研究に参加してまいりました。意外な結果が出ちゃいました。古代ギリシャの哲学者アリストテレスが残したという言葉があります。自然のあらゆるものの中に脅威がある。大自然の中にいますと癒されますし、なんか力がみなぎってきたなって感じることはありません？そんな秘密を解き明かそうとですね、この技術大樹工場の中で研究が行われているんですね。どんな研究が行われているのか行ってみましょ訪れたのはトヨタ自動車本社の敷地内にあるこちらの工場。池内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。お願いします。ここで研究をしてるんですね。そうですね。この中でやってます。失礼します。じゃあちょっとここでこの靴に履き替えてください。はい、貼ってあるんですね。はい。こちらが閉まってからじゃないとこちらが開かないというようになってます。なんか理由あるんですか？この中では DNA の組み換え実験をやっていて、その組み換えた菌が外に出ないようにこういう耳扉になっています。かなりちょっとおー、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。この中は陰圧になっていて、はい、菌がこう外に出ないように全部中にこう空気が流れるような構造になってます。なるほどね。はい、バイオハザード的なゾンビが中にいたりとか。そうですね。そういうことは一切なくて、安全な部屋になっておりますので、どうぞ。すみません。はい、じゃあいるわけない。工場の中で微生物を取り扱ってて、はい、白衣を着た方が歩いてるという。そうですね。面白いですね。すみません、こんにちは、お邪魔します。失礼します。じゃあ、あちらが私たちの実験室になります。はい。これです。何ですかこれ。工場の中に森がある。これが研究室。皆さん今実験してますので。これ実験中なんですか？はい。ちょっと面白い。こんなの作っちゃったんですか？作っちゃいました。入ってみていいですか？じゃあどうぞ。研究オフィスって書いてある。どうぞ。失礼します。すみません。お邪魔します。なんだろう、このほわーんとした感じ。こちらはトヨタ自動車とトヨタ中央研究所が共同で自然が持つ力を科学的に研究している、その名も元気オフィスです。まずは自分たちでこういう自然とほとんど同じような見え方をする場所みたいなものを作って、その場所で実際にどういう効果が人にあるのかっていうのを研究しています。実は3つのゾーンに分かれていまして、はい、まずここのゾーンはリラックスして、疲労軽減が期待されるような植物で構成された空間になっています。はい、こちらの席は集中した気持ちになれるような効果が期待される植物で構成された空間になっています。ここが一番ジャングルっぽいんですよね。そうですね。ここはその場所にいると少しワクワクした気持ちになって元気が湧いてくる、活力が湧いてくるという植物で構成された空間になります。ここで会議とかをやると会話、コミュニケーションが促進されるのではないかというような。小さく丸い葉っぱは癒し、細長い葉っぱは集中力アップ、そして大きい葉っぱは
活力がアップすると感じる傾向があります。50種類に及ぶ植物を解析し、葉っぱの形が人の印象に大きな影響を与えていることが分かったそうです。この場所を選んだのは何ですか今日は。そうですね、程よい高揚感を感じながら仕事したいなと思って今日はここを選んでます。本当に違います。いや違うと思います。私いつもここに座ってますので。いつもじゃあ高揚感が欲しいんですね。そうですね、楽しく仕事したいなと思ってます。特に忙しくてカリカリしてる時にはこういうところで仕事ができると非常にリラックスしてる。トヨタの普通のオフィスってやっぱりちょっとややプレッシャーがあるというかその空間よりも上司とかそういう。いやそれもありますけど、はい、それはやっぱりこっちの方がないかなって感じがします。いや空間によってこんなに違うっていうのはもう初めて知りました。ありがとうございました。実はもう一箇所ご案内したところがあるんですけども。これよりすごいとこですか。そうですね。森を持ってきてしまった部屋が1個向こうにあるので。森を持ってきた。はい。森を持ってきたって一体どういうことなんでしょうか。再び大学の研究所のような工場内を移動していくと、普通の空間ですよね。普通の空間ですね。この先が森になってますので。ちょっと行きましょうか。この先ですね。はい。ちょっと待って。ちょっと待って。うわ、森だ。うわ、何これ。うわ。これ座っていいですか。どうぞ座ってください。完全にワープした。何ですかこの空間。本当に森そのものじゃないですか。なんでしょうね、これ空気感もそうですし、匂いもそうですし、そうですね。音もそうですし、はい。ここの空気質は私たちの研究の結果、白川郷の空気の微生物にほとんど似ているという自然の微生物の空間になっています。地球上には数えきれないほどの微生物が存在します。そこで白川郷の空気を採取し、微生物を解析することで、工場の中に白川郷とほぼ同じ空気の質を再現することができたというのです。人工的な環境と自然の環境では微生物の組成が全く違うということが分かっています。じゃあもう東京で働いてますけれども、東京のオフィスの中で測った時の微生物と、こういう空間で取る微生物、さらには本当の自然で取る微生物、違うんですか。違います。じゃあ俗に言うパワースポットっていうのは存在するんですか。精神的にパワースポットというだけではなくて、実際科学的にもしかしたらパワースポットになっている可能性は否定できません。研究者っぽい喋り方ですね。そうですね。断定はできないけれども、証明はまだ私たちしてないので、可能性はなくはないです。なくはない。いろいろなパワースポットを回って空気を取って比較してあげると、あるパワースポットには特徴的な、微生物のその種類があるかもしれないとか、そういうことは分かるかもしれません。さらに私たちが注目しているのはこの皮膚に存在している微生物に注目しているんですが、実は皮膚の微生物というものはその空気中の微生物の影響を受けているのではないかということが分かってきています。と言いますと、森の中で1日過ごすと半分ぐらい変わっているかもしれないです。へえ、面白い。それがひょっとしたら自然で癒されるとか元気が出るっていう理由かもしれない。かもしれないです。そもそも人類は長い時間を自然と共に過ごし進化してきました。そのため皮膚の微生物が自然の微生物に変わることで本来の姿に戻り元気になるのではないかという仮説です。まさに自然に帰るという発想ですね。自ら体験した方がいいと思うんですよ。だってこの微生物が変わるかもしれないですよね。そうですね。はい。ぜひ一緒に実験協力させていただいてもよろしいでしょうか。いや、ぜひよろしくお願いします。いいですか。はい。よし、旅行じゃないですよ。
旅行じゃないです。出張です。どこ行きますどこ行きましょう。ということで熊野古道にやってまいりました。やっぱりパワースポットのイメージが強いですからね。そうですね。はい、ここで滞在して私の皮膚につく微生物がどう変わるのか、はい。この実験実際にやってみたいと思います。お願いします。はい。まずは熊野古道に入る前にこちらの特殊なシールで皮膚の微生物を採取します。そして熊野古道で過ごした後、再び微生物を取り、どのぐらい入れ替わったのか解析するそうです。いよいよ熊野古道に入っていこうと思いますけれども、はい、ここに立っただけで空気違う気がしますね。そうですね。空気感違いますね。ねえ、せっかくですからなんか記念撮影撮ってからください。はいはいせーのイエイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よしじゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょう。はい、これで僕は満足です。よし。大自然に囲まれた熊野は古くから神々が住む場所として崇められてきました。その熊野に向かう巡礼の道が熊野古道です。全長はおよそ1000キロ。1000年以上も昔から多くの人が主に6つの道をたどり、和歌山の熊野三山を目指してきました。2004年には一部が紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録されています。うわー、最高ですね。最高ですね。一番いい時じゃないですか。何これ、でかっ。でかいおみくですね。じ微生物の実験がはい。うまくいくかどうかを占いましょう。ぜひよろしくお願いします。重くないですか？大丈夫ですか？結構重い。重いですか？いいっすね。はいはい。来ました。いきます。8番。わかんないや。8番だ。私たちの実験がうまくいくかどうか。神様はこうおっしゃっております。はい。よろしくお願いします。せーのドン。はい。中吉。大吉の次に事業だと塵も積もれば山となりますよ。ほら、塵積もる。あ、じゃあ一生懸命微生物集めましょう。そうですね。いっぱいつけて山となります。山となっていい結果出るといいですね。どうです。いい空気。こういう水しぶきにも微生物はついたりするんですか？そうですね。水の中の微生物が弾けた時に空気中にこう舞い上がってくるので、多分滝の近くには水に関係する微生物がたくさんいると思われます。続いてはお？なんだここ？なんかありますね。丸太が並んでますよ。こちらは熊野古道トレッキングの道中、森林浴を楽しんでもらうために作られた森のベッドと呼ばれる休憩所です。たっぷりと森林浴した後は、あら、これは熊野古道でかなり有名な壺湯。およそ1800年前に発見され、日本最古の温泉とも言われる湯の峰温泉。この壺湯は世界遺産にも登録され、1日に何度も色が変化するという不思議な温泉です。あ、ダメですダメですダメです。ダメ。今温泉入れません。いや、僕ね、温泉大好きなの。いや、僕も大好きなんですけど、今実験中なんで。これか。これ温泉入ると流れちゃうんで。ダメ。池だって。あ、帰りましょう。はいはいだって。冷たいね。温泉の前なのに冷たい。本当。こうして
熊野古道を満喫しながら1日実験を続けてきました。さあ皮膚の微生物は変わっているんでしょうか。再び特殊なシールで採取します。はい、ゴール地点はこちら一番のパワースポットを選びました。ついてますかね。多分ついてると思います。ねえ、癒しの微生物はついてますかね。ついてるといいですね。熊野古道のついてたら微生物がどれぐらいメカさんの皮膚についたかどうかがわかると思います。果たして実験の結果は。結果を見せていただいてよろしいでしょうか。わかりました。じゃあちょっと画面共有するのでお待ちください。どんな結果が出たんでしょうね。こちらが実験結果です。普段私の皮膚には60種類くらいの微生物がついているとされているんですが、熊野古道で過ごした後はおよそ150種類に増えたそうです。そして皮膚の微生物の変化を見ると、実に4割近くが熊野古道由来の微生物に変わっていたという結果が出たのです。4割も変化するんですね。そうですね。4割変化するということが分かったということです。面白い。で、この変化したものがどんな菌なのかというものを調べてみた結果がこちらになります。主にどういう生息地で、よく見られる微生物なのかということを調べてみた結果、その半分ぐらいは森とかに、熊野古道に由来するところが多いかなと。で、残りは口の中のものという今回ちょっと予想外の結果だったんですが要は喋りすぎってことですか、これ。なんかちょっとその可能性はあるかなと左腕をこうめくってこうやって動いて喋ってるから、はい、それはかかってても不思議じゃないですよね。ちょっとあまりこういう結果は出ない、いつもの爆発はあんまりお話をしないのでこれ出ないんですけど、はい、今回こういう結果が出たということでした。今度緑色に表さらにして見てみるとこれ結構面白かったんですけど、熊野本宮大社の周辺と熊野本宮の大社の中でも撮らせて今回いただいたんですが、たった300メートルぐらいしか離れていないのに、非常にその組成が異なるというのが分かりました。熊野本宮大社の中と周辺の空気をそれぞれ採取して微生物を解析したところ、周辺の空気は赤で示した人工物由来の微生物がほとんどでしたが、熊野本宮大社の中だけは一転して緑で示した自然由来の微生物が数多く存在したというのです。我々ね、やっぱりパワースポットっていうのは本当にあるんじゃないかっていうのを実際の生活で感じているわけですね。熊野本宮大社、周り結構道があったり、駐車場もあったりする中で、あれだけの緑の微生物が出てきたと。これはどういうふうに捉えますか？いや、そうですね。神社にしろお寺さんにしろ必ず緑に囲まれていると、実は呼吸をして深呼吸をして体に取り込んでいたり、そこにいる人にポジティブな効果がもしかしたらあったのかもしれないですよね。昔から実は何か影響を与えてるんじゃないのかなっていうのが、今回分かったので、それについては我々非常に興味深い結果だったなと思ってます。ここからはですね、自然の力の研究などさまざまな研究をされています未来創生センターの古賀信彦センター長にお話を伺ってまいります。古賀さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。驚きの結果が出ました。そうですか。やっぱり変わるんですね、微生物。遊んでるようにしか見えませんでしたがすみません。楽しかったのは事実ですけど、しっかりとちゃんと撮ってましたからね。よかったです。はい。この都会で過ごしている自分と熊野古道で過ごした自分、やっぱり全然この微生物が違うっていうところだと、パワースポットって言われる場所もあながち嘘ではないなっていうような感じがしますね。パワースポットと感じる、きっといろいろな理由があると思いますが、例えば視覚、あるいは嗅覚、それに加えて、微生物というものから、その人間が幸せを感じる、元気でいられる、
この秘訣みたいなものをこう解き明かしてみたいなって、それが研究の動機ですね。この森林由来の微生物が自分についてるから癒されるって感じたり、何かパワーが出てくるよって感じたりってする可能性もあるっていうことですか。そこが我々の研究の多分次のステップになると思います。だからどういう微生物がまたどのように多様にいると人間はパワーがみなぎるとか、何かこう幸せに感じるとか、あるいはその免疫系がですねこうより健康になるとか、多分そういうことの因果関係を研究するのが多分次のステップだと思います。これをどうトヨタに生かしていくんだろうっていうところがやっぱり聞きたいところなんですけどね。トヨタ自動車っていうのはモビリティカンパニーに変わるといえど中心になるのはやはり車、でまたグループの会社の中にはトヨタホームさんっていう住宅をやられているところもあります。また我々が働いている場所、建物の中、工場の中、これらに全て共通するのは空間です。車、家、オフィス、工場、全て我々の働く仲間たち、我々のお客様は何かしらの空間の中で一日を過ごす。であればその空間が我々にとってより活力をもたらすもの、より幸せを感じるもの、よりたくさん会話がしたくなるようなもの、より健康になるようなもの、こういった設計の指針のようなものを編み出したいなっていうのがもともとの研究の動機です。従業員の皆さんは働きながら健康になっていくっていう可能性も秘めてますし、車にもそういう空間を作ることができたら、利用者の皆さん運転したらなんか元気になるなとか、そうですね、移動してたら癒されてたなとか、そういった未来が来るかもしれない。そうですね。それからやはりもう一つは、例えば赤ちゃんを考えていただくと何か物を掴んでとても楽しそうにしてますね。人間には自分の体、いわゆる五感と言われるもの、五感から感じる何かしらの感覚で幸せを感じる、笑顔になる、という、いわゆる頭で考える知性ではない体の感覚に伴う知性というものがおそらくあるだろうと。工場の中の森のような空間に入っていただきましたね。いろいろな森の葉っぱがある、視覚ですね、香りがある、嗅覚といういわゆる五感以外に、今回は微生物という頭で考える知性ではない何かしらの体を持っているからこそ感じ取ることのできるもので、人間はきっと幸せになってるんじゃないか。であればその空気、微生物さんたちを本来共生をしている環境に戻してやろう。車も家もオフィスも工場も働いている仲間たち、お客様、これらがみんな幸せに、もっと幸せになる、こんな研究ができればいいなと思ってやってます。面白いですね。どんどんやっぱり街は進化して建物も進化して都会的になっていく側面がありつつ、実は幸せを感じるのはホモ・サピエンスが誕生してから長い間過ごしてきた DNA が覚えている部分っていう、面白いな。そうですね。やはり最近はいろいろな AI が進化をして、驚くほど知性らしきものが進化をやっぱりしています。そういう時代だからこそ我々トヨタ自動車はより体、身体性を持っているもの、より物理空間で感じられるもの、物理空間から感じられる知性ということにはやはりこだわっていきたいな。それがおそらく IT 業界の方々にはできないトヨタ自動車、トヨタグループだからこそできる本当の価値なんじゃないかなと思ってます。ですから他にもなんでそれをトヨタが研究してるのっていうのはいっぱいあるわけですよね。ありますね。例えばこういう取材まだあるよっていう、ありますネタ。ひたすら何になるのかよく分かりませんが、バスケットボールを入れるやるロボットがいたり、空に凧を上げてる連中がいたり、
あるいは非常に真剣にその金融の方々と、よりもっといいサービスを提供できるんじゃないかっていうことを真剣に研究していたり、本当に大勢の仲間たちがいます。ですのでそういったいろいろな人たちがいろいろな視点で将来のためにこれをやると次の世代は幸せになるんじゃないかな、そういう気持ちは大切にしたいですね。私たちトヨタイムズニュースもそういったね、いろんな今おっしゃったようなもの以外にもいっぱいあると思いますけれども、楽しそうな、でもトヨタのためになるような、そして幸せを量産できるようなものの取材を続けていきたいんですけれども、すでにトヨタイムズの記事でもですね、取り上げているものがありますので、ぜひですねなぜそれトヨタと検索していただくと出てきますんでね、なぜそれトヨタ見ていただきたいですね。ぜひそうですね、本当にこんなことまでトヨタやってるんだっていうことがたくさん出てきますし、それは決してトヨタ自動車だけではなくて、例えば行政の方々と一緒にやっている、病院スタッフの方々と一緒にやっている、あるいは場合によっては建設会社の人たちと一緒にやっている。やはり我々がこれから新しい、価値を提供していくときに、間違いなく我々一人だけで考えるのではなく、たくさんの仲間たち、志を同じくする仲間たちと一緒に価値を探していく、そんな姿勢は大切にしたいなと思っています。私決めました。小川さん、準レギュラーどんどん取材していきますんで、準レギュラーとしてトヨタイムズニュースに関わってください。ネタはたくさんありますが、富川さんがこう眉を潜めるようなものもいくつかございますので、ちょっとじゃあその中から皆さんにお伝えできるものをどんどんね、番組化できるものは判断は富川さんにお任せします。ぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。